どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした30センチ草原レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？現在住んでいるうちに引っ越して初めて作ったレイアウト水槽で、個人的にも思い入れがある水槽です。そんなレイアウト水槽なんですが、動画にした通り、1年経過したことによって水槽は崩壊、見るも無残な姿になってしまいました。この水槽の末路が詳しく気になる方は、概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、そちらも見てやってください。そんな崩壊してしまった水槽なんですが、実はその中に60匹近いグリーンネオンテトラがいたんです。レイアウト自体は崩壊し、完全に維持できなくなっていたんですが、生態はすこぶる調子が良く、丸々と太っています。このまま住むところがないと困るので、引っ越しが必要です。というわけで今回は30センチキューブ草原レイアウト水槽をリセットした後に語られなかった中身の大量生態の行き先について紹介していきます。それでは早速やっていくんですが、避難方法はこんな感じで行いました。まず、リセットする水槽の水を抜く作業を行います。この時に生態が1箇所に集まるよう、ある程度プロホースで水を抜いた後、園芸用ホースで低床ごと削り取っていきます。低床ごとごっそりいけば、極力視界を確保した上で作業ができるので、自分はこの方法を採用しています。こんな感じで水を抜くと、水位が下がって自動的に低床を削った箇所に生態が集まってきます。この時に間違って生態ごと吸わないように気をつけてください。結局この方法を使ってもこのように汚泥まみれになるんですが、生態がここに集約されていることが分かっていれば、見えていなくてもどうということはないので問題ないです。どんなに丁寧に作業してても汚泥が舞うことは避けられないので、個人的にはさっさと回収して汚い水に触れる時間を短くした方がいいと思ってます。あとはこのように生態を挟まないように注意しつつ、網ですくっていけば OK。こうすることで生態の救出漏れもなくなり、安心して次の作業に進むことができます。リセット後の水槽の後始末に関しては概要欄の再生リストから。続いて、受け入れ先の水槽を紹介していくんですが、今回グリーンネオンテトラ60匹を受け入れてもらうことになったのは、こちらの30センチキューブ流木レイアウト水槽に決定しました。この水槽は結構最近取り上げたので覚えている方も多いと思うんですが、直前にトリミングをしてすっきりした水槽になっています。今までこちらにはほとんど生態を入れてなかったので、引っ越しにはいい機会です。それでは早速入れていきたいんですが、前回のトリミング後に気になっていた外部フィルターとパイプの掃除もします。使用しているのはエデニックシェルト V3 という小型外部フィルターなんですが、このフィルターすぐ目詰まりするんですよね。それもそのはず、給水パイプが内径 9mm、外径 12mm という極細サイズになっており、おまけに自分は景観を損ねないようにガラスパイプを使用しているため、トリミングカスやゴミですぐに給水側が詰まっちゃうんです。今回は大量の生態をお迎えする関係上、フィルターの目詰まりは死活問題ということで、掃除も兼ねてそこの給水パイプ問題についても切り込んでいきます。フィルターの中を見てみるとだいぶ汚泥がありますね。給水パイプ側にストレーナーもつけておらず、直でゴミが入るから仕方ない。最終的には排水側のスポンジでこし取られはしますが、やはり目詰まりが怖いです。ということで今回の作業では抜本的な解決を図りたいと思います。先にきれいになったフィルター内を紹介。露材は全部キャビティにしており、給水側のパイプが詰まりさえしなければしっかり通水性も確保できます。というわけで今回使用するのはこちらのメッシュ状の筒です。これはアリエクスプレスで購入したガラスパイプに取り付けるためのフィルターです。これを以前使っていたガラスパイプに装着します。ちなみにこのガラスパイプは内径 12mm、外径 16mm になっており、
今まで使用していたパイプよりも一回り大きいサイズになっています。めちゃくちゃ余裕がなくて入りづらいので、細心の注意を払いながら奥まで差し込みます。そして本来エデニックシェルトは内径 9mm 外径 12mm の細いパイプしか取り付けられないんですが、今回は異形ジョイントという径の違うパイプ同士をつなげるパーツを使って内径 12mm 外径 16mm のパイプを接続します。こうすることで給水側のパイプが太くなり、なおかつメッシュフィルターによってゴミがフィルター内に入る前にこし取ることができるため、目詰まり防止になると思います。細いパイプを使って分かったんですが、水が入ってくる給水側が細いとちょっとしたことで目詰まりしたり、流量が極端に下がったりします。ガラスパイプだと余計目詰まりしやすかったので、見た目もそこまで気にならないメッシュを使いつつ、給水パイプを太くして二重で流量低下を防げるのはでかい。今までエーハイムの小型外部フィルターである2211が給水パイプ側だけ径の大きい内径 12mm 外径 16mm を採用しているのが疑問でしたが、目詰まりを防止するという観点で理にかなっていることがようやく分かりました。というわけで満を持してセットしていきます。給水パイプ側のメッシュが目立つかもと思っていましたが、スタイリッシュなためそこまで気になりませんでした。設置後の映像を見てもらってもそこまで違和感がないことがわかると思います。というわけで、ようやく受け入れ先の水槽環境も整ったので生態を引っ越しさせていきます。今回は安全性重視で点滴法を使って水合わせをします。個人的には極端に水質が変わるような水槽でない限り、うちの中での生態の移動に関してはそこまで慎重にしなくてもいいと思っているんですが、数が数なので念のため。数匹なら問題ないですが、60匹にもなると母数が多い関係上、調子を崩す生態が出る確率は何十倍にもなりますからね。水合わせから30分、問題なさそうなので入れていきます。今回は引っ越しということで、生態導入とは違いドバッと入れていきました。導入後の映像がこちら。油膜が張っているのは気にしないでください。30センチキューブ水槽に60匹ということで、だいぶ壮観ですね。数自体もそうなんですが、一匹一匹の存在感がすごいです。実はこのグリーンネオンテトラたち、去年の1月にアクアライズで購入した個体で、地味にお迎えしてすでに1年半以上経過しているんです。ちなみにこのうち10匹は途中で追加した生態なのでちょっと若い。この数のグリーンネオンテトラがほぼ落ちずに残っていることを考えると、改めてグリーンネオンの強さがわかりますね。個人的にカージナルテトラとグリーンネオンテトラは自分の飼育環境ではしっかり育ってくれるイメージです。1年半以上も経過しているとほぼマックスサイズに到達しており、毎日新鮮なブラインシュリンプを食べていることもあり、体型がずんぐりむっくりになっています。ネオンテトラ系はカージナルよりも体型が丸くなるとは聞いていましたが、ここまででっぷりになるとは予想していませんでした。自分はこういう体型の生態も可愛くて好きなんですが、長く飼育してもスマートな体型を維持してほしい場合はカージナルテトラの方が良さそうですね。見ての通り、一匹一匹貫禄があります。一緒にいるキティテトラとして購入したテトラオーロも大概太いです。確かこっちも購入して1年以上経過しているのでこんなに太くなってるんだと思います。ただ、こうやってずんぐりした体型になることで、グリーンネオンテトラの一番の特徴である体側にまっすぐ伸びた緑色の線が大きく見えるので、ほっそりしてる時よりも綺麗です。体が大きくなればそれに比例して体側のバンド柄も太くなるので見応えは上がりますね。ここら辺の楽しみはスリムに成長するカージナルテトラではなかなか感じられない部分ではないでしょうか。もしかしたらまだ大きくなる可能性も残されているので、
この水槽でじっくり飼育して成長を見守りたいと思います。というわけで、無事に60匹のグリーンネオンテトラの引っ越しが完了しました。迎え入れた水槽自体もトリミングですっきりし、水槽の心臓部である外部フィルターの目詰まり問題も解決することができてよかったです。こういうフィルターのマイナーチェンジってなかなかしないので、今回の生態引っ越しはいいきっかけになったと思います。このグリーンネオンテトラ60匹は今まで同じ30センチキューブ水槽でトラブルなく飼育できていたので、これからも問題なく飼育できることを祈ります。お迎えして1年半以上経過したということで、そろそろ数的にもポツポツ落ちてくる個体は出てくると思いますが、できるだけ長生きさせられるようしっかり管理していく所存です。正直、グリーンネオンテトラたちはそこまで心配してはいないんですが、この水槽のバランスがどうなっていくかの方が気になりますね。この水槽、キュプラミンを投与するまで苔知らずという自分の水槽では考えられない安定感を出していたんですが、一気に生態が増えたことで苔が発生しそうです。最悪水草の調子まで悪くなる可能性もあるので、しばらくは用心しておかないといけないと思っています。今のところそこまで目立った変化はありませんし、バクテリア付きの炉材で立ち上げ、3ヶ月以上経過した後にグリーンネオンテトラを入れているので、ろ過もしっかり間に合っています。生態導入後の水槽内のバランス変化もアクアリウムをする上では楽しいことの一つですし、いい変化として受け入れられるよう頑張っていきたいです。というか、この水槽に生態がいなかった時に苔知らずだったってことを考えると、自分がいつも行っている生態を大量導入しつつ水草レイアウト水槽を管理することがどれだけ無謀なことかがわかります。レイアウト水槽を楽しみたいなら、水量に対してあまり生態を多くしないようにするのが定石なので、管理のしやすさは雲泥の差です。スキルのない自分にとっては行き過ぎた縛りプレイですが、そこは日々のメンテとやる気でカバー。もしかしたら今後は水槽の数を増やすことで生態の数を分散し、管理しやすいスタイルに変えていくかもしれません。今のところ生態も水草も同じくらい好きなので、レイアウト水槽の引き立て役に生態を使うつもりはありませんが、物理的に管理が難しくなれば別です。これからも自分のスタイルを貫きつつ、無理のない範囲でアクアリウムを楽しめればと思います。自分のアクアリウムスタイルやこの水槽が今後どうなっていくのか気になる方は、ぜひチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。